皆さんこんにちは。 TLS の渋谷です。それでは TLS クラスルームシーズン1のエピソード4始めていきましょう。で、今日のクラスメートもこの皆さんです。チンです。シルビアです。キムです。よろしく。皆さんは日本の生活とか日本語で大変なことって何かありますか？そうだね。電話するときちょっと大変だね。確かに、顔が見えないからです。外国語ってそう、電話するときちょっと怖いかもね。それと上司とか話すとき敬語を使うのちょっと難しいんです。そうですよ。日本語の敬語が難しいです。敬語か、みんなも分かってると思うんですけど TLS クラスルームって時間がそんなに長くないんですよ。じゃあ諦めます。先生、教えた方がいいと思います。ちょっと逃げている感じ。先生、よろしくお願いします。そうか、敬語ってみんないろいろ覚えて、尊敬語とか謙譲語とかがぐちゃぐちゃになってると思うんですよね。覚えるのも大変だし、使うのも大変です。そうか。韓国語どう？キムさんどうですか？韓国語もあるんですけど、ちょっとルールが違います。そうか。チンさん、中国語は？中国って日本語よりもっと簡単です。そうかそうか。なんか世界中にやっぱ敬語っていう言葉、敬語みたいな表現ってあると思うんだけど、今回はじゃあ文法のルールっていうよりも日本人のその考え方の方を一緒に勉強してみましょう。で、みんなってさ、敬語ってどんな時に使うの？目上の人と話すとき、Respect、尊敬の気持ち。そうだね。じゃあさ、目上の人じゃない人とか、あとリスペクトの気持ちがない時って敬語使わないの？コンビニとかでも使いますか？仕事の時？そうだね。なので、目上の人と話す時とか、あとリスペクト、尊敬をしている人とか、あとは、仕事の時、これはみんな合ってると思います。で、あとね、韓国語とちょっと違って、日本人は目上の人と話す時でも家族だったりとか家族に近い人には敬語って使わないんですよ。じゃあ先生はお母さんと話すときどうやって話しますか？おふくろ、ご飯感じかな。お袋で何ですか？おふくろっていうのはお母さんの意味ですね。ママって感じ？ママよりももう少しなんかワイルドな感じで、結構男性がよく使うイメージかな。で、日本では今出てない状況の時にも、敬語を使う時があるんですよ。で、それが知らない人と話せる。で、相手が目上の人かどうかも、あともしかしたら社長かもしれない、わからないんですよね。で、実は相手が自分よりも年下だって分かっていても敬語を使う時ってあるんですよ。年下でも本当ですか？私もやっぱ知らない人と話すときはやっぱり敬語を使って丁寧な感じは出しますね。じゃあ知らない人とは絶対敬語ですか？絶対っていうわけではなくて、その日本風のそのリスペクトの尊敬の気持ちを表すために、日本人は敬語を使ったり、あとですますだけで話すときもありますよ。なのでちょっとそのですますに敬語を混ぜたりしてるようなイメージかな。じゃあですとますって OK なら安心ですね。確かにそうです。はい。いいと思います。みんなってさ、日本のドラマって見たりする？日本のドラマで結婚している男の人が知らない女の人とデートしてる。浮気？そうですね。で、その男の人が家に帰った時、奥さんが「あなたどちらへ行かれてたの？」とか言いますね。で、これも敬語なんです。で、どんなイメージ？ちょっと怒ってる？
冷たい？そうなんですよ。さっき言いましたね。心の距離とかが近い時は敬語を使わないんです。なので今みたいに敬語を使うと、あなたとその距離がありますよ、心の距離がありますよっていう意味になるんですね。だからその冷たさっていうのが出るんですよ。やっぱり日本語の使い方難しい。まとめるよ。敬語は目上の人であったり、仕事の時に使います。それだけではなくて、リスペクトの気持ちがある時は目上の人にも年下の人にも使います。そして家族とか親しい間の人でも敬語を使うことで冷たさだったり怒っている気持ちを伝えることができるので、わざと日本人は使う時があります。敬語って面白いですね。でも敬語を使うのがちょっと難しいという人はですますを使えばとても丁寧に聞こえます。でも敬語にもチャレンジしてみてください。まとめちゃったよ。またね。なので、もしみんながレストランでご飯を食べていて知らない人が近づいてきて声をかけた時、皆さんが「どなた様ですか?」って言うと相手に冷たさが伝わってその人はドキッとするかもしれないですね。日本の敬語というか面白いですね。面白いですが、やっぱり難しい。ちょっと日本人の考え方を分かりました。よかったです。なので今日は敬語の中の日本人の考え方勉強しました。それでは皆さんまたお目にかかりましょう。また敬語。それでは TLS クラスルームまたねー。またねー。